ここの世界は本当のバリアフリーっていうんですかね。いらっしゃるんですけども、耐久レース向きにこんにちは。トヨタイムズの富川裕太です。今回は豊田章男社長と一緒にお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。ここからは世の中にあまり知られていないトヨタの活動をご紹介いたします。例えばですね、トヨタを大きな木の幹だといたしますと、いっぱい実がなっているんですね。レンタカーであったり住宅販売、そして中央研究所という研究施設まである、いろんな企業が手を取り合ってですね、社会発展に貢献する活動を行っています。その中で今回紹介するのはトヨタモビリティ基金です。笑顔あふれる世界初の取り組みとは。三重県の鈴鹿サーキット。ある取り組みが注目を集めていました。その始まりとなったのが岡山国際サーキットです。ものすごい迫力ですよね。このスピード、そして音、そして振動もきます。匂いも感じます。こういった体で感じられることがモータースポーツの醍醐味ですよね。トヨタモビリティ基金では、障害の有無にかかわらず誰もが心からレースを楽しめるよう、各地のサーキットでアイデアの実証実験を続けてきました。生まれつき耳の聞こえない貞野さん。つけているのは音を振動に変えられるという特殊な装置です。レースの音はどう感じられるのでしょうか。背中もすごい伝わって、この辺り、体で腰のあたりもすごく伝わってきます。車のやっぱり左の方から右の方からだんだん車が走るあれに合わせて感じます。実はレースを見るのはこれが2回目。3年前家族で訪れたことがあるそうですが、息子は聞こえるので、音の凄さとか一緒に子供と一緒に共感できるってことは難しかったです。その場にいる時間もちょっと短かったんですね。やっぱり子供の方はもっと時間があるのに、もっとここに見たかったのになっていうことだったんですけど、これをつけてじゃあ一緒に見るっていうのを想像するとどうですか？すごく嬉しいです。ぜひやってみたいと思っています。そしたらお子さんも長い時間一緒に見られますね。そうですね。息子もお母さんと一緒に楽しみたいと多分思っていると思うんですね。私も一緒にやっぱり息子と一緒に楽しみたいですし、これからすごく楽しみで期待しています。すごい今は感じます。続いてはモータースポーツの楽しみの一つが実況です。こちら実況席なんですけれども、ちょっと失礼しましょうか。失礼いたします。この実況をしているこの実況席がある同じ部屋のこちらのスペースで手話による実況も行われているんですね。非常に表情を豊かに伝えていらっしゃいますね。取り組んでいるのは、およそ30年前から手話放送を続けてきた岡山放送です。聴覚障害の方の中には、この手話実況を体験して初めてレースに実況がついていたことを知った人もいたそうです。実証実験には国内外から100件ものアイデアが寄せられ、一次選考を通過した17チームが取り組んできました。障害がある方に実際に体験してもらうことで、当事者の視点を大切にしてきたそうです。
特別な思いを抱いて参加する人も多くいます。もともと私は自動車の会社で自動運転とかそういったところの制御のエンジニアをやっていたんですけれども、身内の事故があって川の横歩いている時に落ちて亡くなるっていう事故があったので、視覚障害っていうところと歩行っていうところにちょっとフォーカスを当てて、このテクノロジーで何かできないかっていう開発を始めたっていうのがきっかけになっています。日野さんが開発しているのは、靴に取り付ける視覚障害者のための新たなナビゲーションツールです。ここの中にはあるんです。専用のアプリに目的地を入れると、靴に取り付けた装置が連動して左右の足に曲がる方向や止まるタイミングなどを振動で伝えるという仕組みです。今度左行くって初めて体験する道案内の感想は？ここの器具っていっぱいあるんですけれど、杖につけるものとか自分で持ってやるものとか、顔におでこにつけたりとか、でも杖持ったり傘持ったり荷物持ったりするとお荷物になるのが絶対困る。だから足だったらお荷物になりませんよね。だからこの足らせがお荷物にはならないのが、そこが一番いいことであって、ただスマホが全部使うわけじゃないですから、全盲の人でこれを必要とする人がどのぐらい使えるか、そこが課題だし、あとはもうお値段かな。こちらもナビゲーションツールですが、これはどういったものなんですか？はい、これは視空間認知障害、例えば車運転してても右に曲がるであったり左で曲がるであったりっていうのを直感的に理解できない人が使うような、そんなデバイスになります。すごく仕組みは簡単でして、右に曲がりますって言ったら右の方をトントンと肩を叩かれているような形で、人の声と振動によって案内している、そんなものになります。目指したのはまるで隣でサポートしてくれる人がいるかのような音声案内だといいます。それがこちらです。右側にサーキットが見えますね。ここがメインストレートです。山の緑が綺麗ですね。目的地まであと100メートルくらいです。頑張ってください。山の緑が綺麗ですねって、目的地まであと100メートルって教えてくれて、しかも頑張ってくださいって応援してくれてます。本当に横から話しかけられてる感覚ですね。開発しようと思ったきっかけはあったんですか？はい、私の子供がまさにこの当事者なんですね。一人で知らない場所を歩いていくことはできないです。一般の方なら 2,3 回道を歩けば覚えますが、1ヶ月であったり1年間同じ場所を歩き続けなければ覚えられず忘れやすい。でさらには彼らは周りをうまく見渡すことができずにですね、道路に普通に飛び出してしまうんですね。それが今僕は体験させていただきましたけれども、ただのナビゲーションだけではなくて、他のいろんな情報も優しい語り口で教えてくれるっていうところで、まさに安心感、そうですね、一緒に誰かといるような気持ちになるっていう。少し自分が本人がパニックになってしまうと、例えば交差点を歩こうとしても道路を飛び出してしまって車が来てるのに気づかないであったり、それをより安心させるっていうことがとても重要であって、そばにいる感覚を作るってことはとても大切です。九州工業大学が取り組んでいるのは、サーキットをメタバースで再現し、車椅子でもスムーズに移動できるか事前に調べることができるシステムです。障害を持っていることによって目的地のそのマップがどういう構造になっているのかわからない、ここでもう行く意欲がなくなってしまうっていう方も通常以上に多いんじゃないかなっていう部分では、一番最初のハードルをなくすっていうところでは、レース場に行かなくても楽しめるこんな方法もあるんです。
はい、皆さんこんにちは。私自身この車椅子でやっぱり人混みであったり行くのが大変だっていう部分もあるんですけど、こういう施設があることでみんなと一緒にこういうレースを楽しめるっていうところがやっぱりこのパブリックビューイングの良さなのかなというふうに思うので、ぜひ皆さん一緒に楽しんで見ていきましょう。車椅子 YouTuber の渋谷さんが紹介するのは、離れた場所でレースの迫力を体験できる横幅7メートルものバーチャルスクリーンです。段ボールでできているため簡単に持ち運べて、どこでも設置できるのが特徴です。当事者と二人三脚で取り組むチームもあります。障害のある方でも簡単に操作できるコントローラーを開発してきたテクノツール。タッグを組んだのは長谷博和さんです。長谷さんは F3 レーサーとして活躍していましたが、20年前レース中の事故で頸椎を損傷。左右の手足が思うように動かせなくなりました。このレーシングシミュレーターと出会った時に、僕この世界はなんか本当のバリアフリーっていうんですかね、 SDGs というんですかね、何かその健常者障害者関係なくなんか同じフィールドで戦える楽しみがあるんだなって気づけたので作らせていただきました。入浴環境とかを工夫すれば体が不自由な人でもできることって本当はたくさんあったんですよ。もっと働ける人増えるかもしれない、クリエイターになれる人、プログラマーになれる人、トップ e スポーツプレイヤーになれる人出てくるかもしれないとか、そういうことに気づいてもらえる、目を向けてもらえるきっかけとしてこのシミュレーターと長屋さんの組み合わせっていうのはめちゃくちゃインパクトがあるなと思って期待してるところなんです。体の不自由な人にも気軽にモータースポーツの魅力を体験してもらいたい。開発を続ける2人の姿はまるでレーサーとメカニックのようですね。もっと重い方がいいとかそうですね。このシミュレーターを使ってどんな未来を描こうとしていらっしゃるんですか？やはり僕がモータースポーツという大切な場所で教えていただいた技術だったり感覚っていうものをこのシミュレーターで生かして一般の皆さんに安全運転だったり、通乗用車の練習だったり、そういう何か、皆さんのお役に立てる活動につなげていけたらなと思ってます。実証実験の現場にはトヨタモビリティ基金の理事長でもある豊田昭夫社長の姿も。早速音を振動に変える装置を体験です。これがいいな。メルセデスに来る。いや。レクサスはいいけど。品があるな。それで車によってちょっと感じ方違う。車の音によって。そこで目をつむって車種を当てるクイズに挑戦。はい、なんでしょう。レクサス。ポルシェ GTR。今までとやっぱり全然世界が広がりますよね。この感じ方で車の違いが分かるんですよ。音だけじゃなくてやっぱりね、これいいね。さまざまな思いやノウハウを持った人たちと障害がある当事者の方々で一緒に作り上げてきた実証実験。驚きと笑顔にあふれた現場でした。で実際にこうやって人が集まる、それから動きたいっていうような場所でね、こういう実証実験がやられね、さらに評価が進むっていうのは僕非常にいいことだなと思いますね。なんか共感するっていうかね、感情的になんか他の人と一緒になれる、こういうことができる道具になればね、僕これね、単に歩けるとかね、いうこと以上に
一人ぼっちじゃないって感覚がね出るんじゃないかなと思いますね。スタジオには VTR 中で巨大な VR スクリーンを紹介してくださっていた渋谷真帆さんにお越しいただきました。渋谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。渋谷さんはですね、2018年に屋根から落下しまして脊髄損傷で下半身が麻痺してしまったということなんですが、車椅子生活のリアルな生活の様子などを YouTube で発信されている方です。つまりは健常者の気持ちも障害のある方の気持ちも分かる立場ではありますけれども、はい、今やっぱり実際に社会で不自由だな、こういうこと変わってほしいなって思うことってたくさんありますか？そうですね、あげようと思うとすごくたくさんありますね。その中も積極的に YouTube で発信しているっていうのはどんな理由ですか？やはり私自身車椅子生活になった時にもともとまず車椅子の方を私の地元で見かけることっていうのが記憶の中ではなかったなと思っていて、皆さんどういうふうに生活しているのかが本当に分からなかったんですね。でやっぱり調べていくうちにやっぱり車椅子ユーザーの人はたくさん、日本にも世界にもいるということがやっぱり分かってきて、自分自身がもともと健常者だったことで見えてた世界と車椅子になってから見えた世界っていうのが本当に違ったので、やっぱもっともっと当事者側から発信していくことでよりよく車椅子ユーザーの人たちが豊かな生活を送ってくれるようになったらいいなという思いで YouTube を発信し始めました。トヨタモビリティ基金の活動に参加したのも同じような思いからだと思うんですけれども、はい、実際にこの活動に参加してみてどのような感想を持たれました？はい、今回巨大スクリーンでのパブリックビューイングの MC ということで参加させていただいたんですけど、私自身レースを見るのも実際初めてだったんですね。なかなか、山形出身なのでレース会場というかサーキット会場が身近にもなかったっていうことから、初めてそのパブリックビューイングで見て、まず初めてだとすごく入りやすいなというまず一つ、初めてでやっぱり会場に行くのはちょっと怖いな、ちょっと心配だなっていう部分から、でも身近に今回は岡山でやりましたけど、例えば違う県で自分の身近な県で簡単にそういうふうな見ることができたら、今度サーキットに行ってみようとかっていうふうになるなというふうに感じましたね。VR スクリーンもそうですし、足に振動をつけて案内してくれたり、耳でいろいろ教えてくれたり、また肌で感じたり、モータースポーツを楽しめるっていうことを障害のある方が分かってくれるっていうことが大きいですよね。トヨタ自動車ってね、今パラリンピックのね、ワールドワイドスポンサーをやってるんですけど、そのきっかけになったのはね、やっぱり全ての方に移動の自由というものをね、ビジョンで掲げたんですよね。はい、それでやっぱりパラリンピックをやると決断した時に、パラアスリートっていうのがね、その大半がね自動車事故の場合もあるんですよ。直接そういう方から聞いた話ではね、私の未来を失ったのは自動車ですよって言われました。ね、それで逆にパラリンピックでね、一緒に未来を作れるパートナーでもありますねって言われたことがね、もう頭から離れないんですよね。でクレイバンさんというね、以前 IPC の、会長だった方も今トヨタの役員になっていただいて、それでその方はね健常者とかね障害者というね枠組みにするな、ね、同じと思いなさい、ね。それで私も一度スキーをね、チェアスキーの方と一緒にねやった時にお手伝いしましょうかって言っちゃったんですよ。そしたらね、何あなた上から目線ね、普通の人にそういうこと言わないでしょと、ね、そういうこと言うのやめなさいって言われて、そういうことなんだと。やっぱり日本ってまだまだね車椅子で世の中出る方が少ないと思うんですよね。でそういう中で車椅子の生活をねこうやって多くの方にねご自身で発信されてるっていうのはね本当に素晴らしいことだなと思うし、それによって僕多くの方がね勇気とね出てみたいっていう気になると思いますよ。だから頑張ってくださいね。ありがとうございます。本当に
街でね声をかけるのも重要だと思うんですけれども、やっぱりそれは普通の方に対しても声をかけるわけであって、やっぱり今明夫さんが言っていたようなその同じ目線で接してくれるっていうのは重要だと思いますか？そうですね。なんかやはり、声をかけてくださる方も街ではたくさんいらっしゃるんですが、なんかこうちょっと申し訳なんかこうね、なんかこう普通に気軽に押しますよみたいな感じではなく、なんかこう声かけても大丈夫ですかみたいな、なんかお手伝いしてもこっちがいいのかなみたいな、なんか少しやはりこうなんか違う距離を感じるというか、そういうことがあるので、でもそれっていうのはやはり触れ合う機会がない、普段からない、知る機会がないっていうことが多分一番なのかなと私自身も思うので、もっともっと普段から普通に接していれば、同じような感覚で困っていたら困っている人を助けるというだけの感覚でいけるのじゃないかなという思いはあります。なるほどね。モビリティ機器のイベント会場でも、障害のある方っていうのはたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、どんな声を聞きました？でもすごく楽しい、そのパブリックビューイング自体がすごく楽しいっていうのと、あと今回は他のいろんな体験会とかもあったので、そういうのがなんかやっぱ一つのお祭りとしてなかなかやっぱ人混みに行くのが大変っていうのがある中で、そういうお祭りというのもやはり行くのがちょっと億劫になる方もたくさんいらっしゃいます。それこそおトイレの問題であったり駐車場問題とかいろいろある中で、そういうのが今回はすごく全部整った環境でもあったので、こういう場所がそのレースをきっかけにあるお祭り、一つのお祭りイベントとしてすごく楽しいという声をいただきました。なるほど。明夫さんは理事長でもありますけれども、どんな未来を描いていらっしゃいますか？モビリティ基金にはね、いろんなアイデアが集まってくるんですよね。ところがそのアイデア個々は素晴らしいものがあっても、やっぱりみんな知らないんですよね。で自分のその作品に対しては詳しいんですが、他の方何やってるかとかね、実際使われる方はどうだとか、案外そういう場がないんですよ。それで今回その車好き、ああいうモビリティが好きな人が集まるモータースポーツの場で、こういうねモビリティ基金のああいうそのなんていうか選手権ね、選手権をやってみたらね、いろんな人が声が出るんじゃないのかなというのと、そこにそういう器があるということで、それだったら私も参加しようとかね、活動自体もね、なんか書類選考しますみたいな形じゃなくて、どんどんその使われる場に出てくっていうことによって多くの方がね触れ合う、多くのことが知る、という場にもっともっとねモビリティ基金としては努力をしていきたいなと思ってます。いかがですか、話を聞いて。そうですね。なんか実際やっぱこうトヨタさん以外にもいろんなところでこう基金をされてて、いろんなこう開発をされてるところっていうのは多くはあると思うんですけど、実際それがやはり一般の、その当事者のユーザーさんに降りてくるっていうことってほとんどやっぱ今ないんですよね。研究実験で終わっているっていうのがすごいあるので、それ本当に実用化する気ありますかっていう感じになっちゃう。なんか形だけでやってるんじゃないですかって思っちゃうんですよね。ちょっと一旦聞きましょうか。実用化するつもりはありますか？っていうかね、そこもねゲーム感覚でね、ゲーム感覚で毎回ねいろんなアイデア出てくるんですよ。それをなんとなく上から目線で助成しますとかね、そういうことじゃなくて、みんなが選んだものは次の年も助成しますよ、ね、だからいいものであればずっと生き残るよっていう、ああいうねゲーム的なもので一番多くの支持をもらったものがね生き残り実証していく、それで使われるものになる、そういう流れがいいんじゃないのかなとは思ってますね。そこでこう切磋琢磨していったら実用化にもつながる可能性もね高くなってきますよね。はい、そうですね。やっぱその生き残りじゃないですけどでもその方が本当にでも皆さんが欲しいと思うから生き残ってるっていう部分があるので、何か裏の感じはないからいいのかなって思いますけど他のそのイベントには参加してみたりはしたんですか？あの場所で。はい、レース体験を長屋さんがやってた、させていただきました。どうでした？面白かったです。運転は？大好きです。もともと運転。はい、もう
もう山形から福岡まで自走で行くくらい、それはすごいな。20時間ぐらいかかります？ 23時間かかりましたね。好きですね。好きですね。耐久レース向きですね。でも本当にそれこそゲームセンターでだからゲームをすることがもうできなくなってしまうわけです、車椅子になってから、でもその長屋さんのあれは本当にゲーム感覚ですごく楽しいですし、あとちょっと実用化という部分に関してはですけど、手動装置で、足が動かない人たちが運転できるんですが、免許センターとか、教習所とかでその車があるところってほとんどないんですよ。県に1台だけは絶対必要ですというふうにはなっているんですけども、なので大体その途中から免許を持っていて障害者になった方々たちはもう練習する場所がなくて、もうお家の周りでもう本番でやるしかないっていう部分があるので、ああいうシミュレーターが本当に教習所にあったり、例えば少し病院にあったりとかっていう風になれば、あれで一旦練習ができて、安心だなっていう風にできるんじゃないのかなというふうに思いましたね。最終選考では8つのチームが選ばれたんですね。明夫さんが車当てをしていた衝撃を体で感じるものも選ばれています。あれはアメリカからだったんですね。このご覧の8つのチームが最終選考で選ばれました。渋谷さんがね協力してくださった VR スクリーンは選ばれなかったんですけれども、残念ながら、はい、この8つのものを見て実社会で使いたいっていうと、渋谷さんどういうものがこう？アーキネットさんはお手洗い問題っていう部分では、こういう移動式のものがあったらいいなと思いますけども、でも、今回その私が参加したパブリックビューイングのところはないですが、そのさっき言った、振動の会社さんに関しては、いやパブリックビューイングは振動がないので、その五感で感じれるサーキット会場ならではとか、あと例えばここにはないですけど匂いとかが、もしそれが一緒になってくれたら、はい、なんかよりパブリックビューイングで見てる人たちが五感の中で視覚しかない。そうなんですよ。だからこれがもっとその遠い距離感で、その米国の会社さんのところができるのであれば、面白いかなっていうのは思いましたね。こういうことを組み合わせって考えると、可能性がいろんなアイデアが組み合わせて、これやってみようかっていうコラボレーションがね、できているような動きにするように。するように、はい、コメントいただきました今後はこの8つのチームに最大で2000万円の活動支援金を出しまして、実社会での活用に向けてサポートしていく予定です。で、今後新たなアイデアの募集も行われるそうですので、詳しくはトヨタモビリティ基金のホームページをご覧ください。中島プレゼントね、はい、やっぱりちょっと楽な車作ってますから今。会社人生が終わったなという。ここで登場したのが新型クラウンの開発やタイなどでのカーボンニュートラル実現への挑戦を続ける中島博樹さんです。詳しくはこちらの動画もご覧ください。約年間80トンほど製造ができる、どういうその障害のある方に優しい車を開発中なんですか？今はフレンドマッチクシャという車がありましてね、で、ハンドルの部分にこういうノブがついてて、これを回していただくというような操作なんですけど、パラアスリートの森井選手にお聞きすると、やっぱり結構操作が大変だということで、これはどこまで言っていいか分かりませんけど、ステアリングにあんま言わなくていいからね、いろんなものがついてる秘密がいっぱい詰まってるんですね。秘密がいっぱい詰まってます、ですからステアリングで全て操作ができるような今仕組みを開発してます。ぜひ一度ちょっと乗っていただいて、ぜひぜひぜひ、書類の上でね、ああだこうだって言ってるよりもね、作っちゃった方が早い。なるほど。作ってね、使ってもらう。それで直していくっていう方がね、結局実用化にはもう一番の近道だと思います。本当ですね。渋谷さんもありがとうございました。ありがとうございました。